よしこ配信をご覧の皆さん、こんばんは、バッチです。さあ、今週も、バッチの売れ方研究所、玩具レビュー生配信の方を始めさせていただきたいと思います。イェイ。おー、ついにレビューすることになりました。いやー、ちょっとやばいね。ダンクーガ、ザ合体ダンクーガ、強化合体です。強化合体今週をやっていきたいと思います。いやー、なかなかね、先週もかなり白熱したですね、生配信になったかななんていうふうに思ってるんですけど、ちょっとね、正直言うと、先週ね、すごい僕焦ってまして、時間が足りないと思ってて、いや、結構ね、いろいろこう考えながらやっちゃったもんですから、だからね、ちょっとこのね、ザ合体ダンクーガの、ちょっと配信ね、ミスってるとこ何個かあったり、まだね、ちょっとやり足りてないこととかもいろいろあったので、ちょっとね、今週はそういうのもね、含めてやっていこうか、来週にちょっとそれは回そうか。ちょっとね、今悩み中で、見切り発車でですね、生配信始めようかななんて思っちゃってるんですけど、さらにはね、実はね、この今回ご紹介するこちらのですね、2号ロボというか、3号ロボというか、はい、新たにね、追加された重戦機体のマシンであります、大竜がね、この大竜が、座合体大竜がなんですけど、あの、今回ね、初出しです。はい。あの、未開封です。未開封のやつを、もう今、たった今、開封させていただきました。ね。なので、先週は、こちらのね、ザガタイダンクーが、僕のお誕生日生配信という銘打ってですね、やらせていただいたんですが、まあ、本当の今年の僕のね、お誕生日、自分へのお誕生日プレゼントっていう感じなんですけど、まあ、実はこの大龍河でございました。ね。もちろんね、発売した当時に、もちろん買ったものなんですけど、ずっとですね、開封せずに取っといてあったんですよ。な何を大事にね、開封しないで取っといてるんだっていう話なんですけど、あの、ちょっとね、なかなか、いろいろ忙しくて、ゆっくりね、開封して遊ぶっていうね、時間がなかったもので、はい、まあね、なんか特別な時にと思って取っといたやつだったんですけど、はい、この大竜が、ついに、長き封印をね、封印を解いてですね、あの、僕のお誕生日プレゼントということで、ちょっと遊んでいきたいかな、なんていうふうに思っております。いやー、今週もなかなか大変で、本当はね、ダンクーガの話とかもいろいろね、先週やりながらね、やりたかったんですけど、いやー、余裕がなかったですね。でも、非常にね、楽しい生配信になったので、先週はね、それはそれで楽しくて嬉しかったんですけれども、またね、今週はまたそれにね、さらに輪をかけてですね、楽しいことになりそうだぞということで、はい、これからね、ちょっと張り切って生配信したいかな、なんていうふうに思っております。あ、チワさん、こんばんは。今夜もよろしくです。あ、どうもチワさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやーもうね、先週のダンクがちょっとね、テンション上がりまくっちゃったんですけれども、今週もね、ちょっとね、もしかしたら結構ね、テンパるかなと思いまして。っていうのはね、大竜が、あの、まあね、先ほども申し上げた通り、今、開封したばっかりでございまして、
いろんな方の動画とかは拝見してたんですけど、実際に変形とか合体とかさせるのは、今宵が初です。あの、いつもの通りですね、生配信でぶっつけ本番をやろうというね、無謀なことをやろうとしてるんですけれども、はい、そんなこんななんでね、ちょっとね、変形とか合体とか孫つく可能性は大ですので、なのでね、ちょっとね、余裕を持ってやった方がいいかな、なんていうふうに思っております。チャーさん、このいかにも追加装備の塊感、いいですね。あーね、こちらね、大竜が。これいいね。まさかね、こんな形で出るとは思わなかったですからね。うん。いや、ファイナルダンクーガっていう強化形態、強化合体形態が出てる段階でもうすでに僕の中では、もう最高潮に達していたんですけれども、まさかその先があるとは思ってなかったですね。うん。大びっくり。いやー、これはね、ちょっとすごいな。やっぱりこう、田中宏さんの、あれ、超合金魂ダンクーガで、こう、ダンクーガ熱をね、絶やさなかったっていうのはでかかったんじゃないかなと。第4次スーパーロボット対戦で、ダンクーガがね、復活して、で、さらにね、超合金魂でね、ダンクーガが復活してっていう、なんかこう二段構えであって、で、その上でね、センチネルダンクーガが出て、さらにそのセンチネルダンクーガで変形合体できるブラックウィングが出て、その後、超合金魂でリメイクされて、さらに超合金魂版で変形合体ブラックウィング出て、2種類のファイナルダンクーガが出てみたいな、その流れがもうほんとすごすぎて、もうおしっこちびっちゃってたんですけど、こっちとしてはね。でもその流れがあったから、このね、あの、アルティメットっていう流れが出たんでしょうね。それでね、スパロボ30で初だったんですけど、スパロボ30で出た時は、大竜河っていうのはなくて、アルティメットダンクーガっていう強化形態が、ダウンロードコンテンツで出た、追加コンテンツで出たんですよ。で、これが初っていうか、まあ、今のところそれしか、出てないんですね。はい。作品として出てるものはないんですよ。だから、大竜河そのものはですね、この立体物でしかないっていうね、そういう状態で、どこのアニメにもどこのゲームにも存在していない、はい、重戦機体のメンバーなんですけど、でも、こんなね、特殊な、玩具の出方を、しかもね、数十年前にやったアニメのロボの追加合体ロボが、こんなね、何十年も先経て、どこのアニメにもどの設定にも存在してないようなものが出て、その上さらにね、おもちゃで変形合体できるものまで出るなんて、こんなとんでもないね、流れができたのって、いやーもうこれは、田中宏さんと、ね、スパロボの寺田さんの、なんかこのお力によるものなんじゃないかなと思いましたね。うん。じゃあさん、スピルギャマンのポストにいいね、ありがとうございます。ありがとうございます。チェアさんがね、あれですね、X で、お作りになられてたね、あの、ギャバンインフィニティの、ソードみたいなやつ、何でしたっけやつを、リペイントしてね、やられてた作品をこう X でね、ポストされてたんで、そちらをね、いいねさせていただいたと、そういうお話でございます。チェアさん、完成おめでとうございます。いや、素晴らしいですね。あの、これからね、またね、今月の終わりに、ミニプラオフ会が、はい、ありますのでね、ちょっとそちらにお持ちするんだろうな、なんていうふうに思いながら見ておりました。いやー、ということでですね、
ちょっとこのね、大竜がそういう感じなんで、私ちょっと今回戦々恐々としながらね、やろうかななんていうふうに思っているのとともにですね、先ほども言ってたように、先週ね、ちょっとどぎまぎしながらね、座合体ダンクーがやってたもんですから、ちょっとね、やり足りてない部分がいくつかあったんですよ。まだ全然ね、紹介しきれてない機能とかいっぱいあったんで、そこら辺もね、加味しながらやっていこうかななんていうふうに思いますので、ちょっとね、今回ね、時間が足りなさそうなので、ちょっと頑張って、やっていきたいかななんていうふうに思っております。意外とね、玩具で遊ぶだけなんですけれどもね、時間がすごいかかるんですよね。ということで、一貫、ダンクー側、はけておきます。重たい重たい。いやもうこれね、ダンクーが1体だけでね、下手したらちょっと G12 ぐらい重いんですよね。すごい重たさなんですよ、あれ。だからこの合金を使っているね、あれが、量がすごいんですよね、おそらくね。ちょっとシワが寄っちゃっておりました。よいしょ。さあ、ということでね、ちょっと早速、こちらのね、大龍河の方をやっていきたいと思います。いやー、これ、いいですね。はい、こちら、今回ご紹介そっか、ちゃんと言った方がいいですね。ちょっと待ってくださいね。外れちゃった。そうそうそう。チャプターを毎回アーカイブ動画で設定しておりまして、まあそこでね、ちょっと最近動画が撮れてないので、ちょっとね、動画っぽくやろうっていうね、生配信ですけど、ちょっと動画っぽくしていこうっていう、目論みがありまして、なのでね、ちゃんとちょっと、構成を映すときにはですね、ちょっとちゃんと、こういったね、掛け声とかも言っていこうという、ちょっと方針がありまして、はい、ということでですね、やっていきたいと思います。さあ、今回ご紹介するのはこちら。はい。メカスマ座合体レーベルから、はい、鳥獣騎士ダンクーガに、に登場しているという設定の、はい、3号ロボになるのかな ?3 号ロボ。大竜河だイエーイさあ、大竜河、ここからね、紹介していきたいかな、なんていうふうに思います。いやー、これね、まずは、こちらね、ノーマルモードからご紹介していきたいと思います。はい、こちらの、今回ご紹介します大竜河は、先ほどもね、申し上げた通り、まだどこにも登場していない、どの作品にも登場していない重戦機体のメカになっております。はい、なので、設定もね、そんなに、固まっておらず、はい、出ていたとするならば、先ほども申し上げました通り、スーパーロボット対戦のね、スパロボ30の追加コンテンツとしてですね、ダンクーガの強化形態でありますアルティメットダンクーガ、こちらが登場いたしました。ね。で、出たのはそれだけです。なので、その際は、あくまでもダンクーガの強化形態、追加アーマーを装備した強化形態っていう、はい、ものが出ただけで、じゃあそのアーマーのね、が、合体してできたこの大竜河っていうものは存在してなかったんですね。スパロボ30では。なので、あの、登場したのは、この座合体によるこの玩具ですね。この玩具があくまでも初出しっていう感じになっております。ね。なので、おそらく、これ多分、この座合体のおもちゃの開発の企画とスパロボ30の参戦っていうのは多分同時に行われていた
プロモーションだったんじゃないかなと思いまして、計画自体はこの一如だったというか、一つのね、プロジェクトだったんじゃないかなと思っておりまして、もうちょっと言うと、それって座合体版ダンクーガを作るっていう風になった時に、すでになんかこう構想としてあったと思うんですよね。っていうのは、先週やりましたね、ダンクーガ、座合体ダンクーガ、どの、合体とか変形とかにも、あの、関連しないジョイント穴とかっていうのがあるんですよ。はい。この大龍河の数年前なんですよね。ザガタイワンダンクが出たのって。なのに、その当時では、使用されないジョイント穴みたいなのがあって、で、それを今回ね、このアルティメットダンクーガに強化する際に使うんですよ。ということは、ザ合体ダンクーガが開発された時には、すでにこのアルティメットへの合体っていうのはもう計画として含まれていて、だから、そのスパロボ30の追加コンテンツとかでも出るっていうのは、やっぱこういうののプロモーションの一環だったんじゃないかとか、だからスパロボも巻き込んでの、なんか一大騒動というかね、っていうのを考えて計画したんじゃないかな、なんていうふうに思ってるんですけど、いや、そういう感じでね、はい、特殊な経緯で、登場した、はい、マシンでございます。でね、このマシン自体は、デザインされたのは大張さんですね。大張さんがデザインされたっていうことなんですけど、やっぱちょっと、あの、ダンクーガのデザインラインとはやっぱりちょっと違う感じがするんですよね。うん。なんかこう、近年の、あの、大張りアニメに出てくる大張りメカっていう感じのエッセンスっていうのがバリバリにしているというかね。うん。なかなかこう、最近のね、近年のロボットアニメに登場しそうな感じのかっこよさを、はい、醸し出している、はい、ロボになってるんじゃないかな、なんていうふうに思っております。ね。だからちょっとダンクがテイストかって言われると、ちょっと違う感じは僕はしてるんですけど、うん、これはこれでね、かっこいいので、はい、非常にね、満足して、おります。で、この大竜が、重戦機体の追加メカということですので、他の重戦機体メカと同様にですね、3パターンチェンジャーになっております。ね。まずはこちらのね、ビークルモードというかノーマルモードですね。はい。このマシン形態があって、で、他と同様にヒューマノイドモードに変形し、さらにアグレッシブビーストモードの方にも変形できるという3パターンチェンジャーになっております。で、こちらの現在のノーマルモードですね。こちらはですね、何なんでしょうねっていう話なんですけれども、うん。おそらく、ジェットのような感じがするんですけれども、はい、こちらがね、アグレッシブビーストモードの時にはドラゴン形態に変形するんですね。ということなので、ドラゴンに変形する重戦機体ということなので、おそらくこれ、イメージ元というか、はい、オマージュ元は、はい、重戦機体がね、あの、ダンクーガの本編に登場する、ガンドールですね。ガンドールっていう、重戦機体のね、あの、未完成だった宇宙戦艦みたいなのがあるんですね。はい、この宇宙戦艦のガンドールをモチーフにした重戦機なんじゃないかなと思っております。うん。そういう意味で言うとね、すごくいいところから引っ張ってきたなと思うんですけどね。うん。なので、おそらくガンドールをイメージソースとして持ってきているのであるならば、これはどちらかというと、ジェットというよりかは、空中要塞というか、宇宙戦艦的なメカになるのかななんていうふうに思っております。戦艦というにはサイズがちょっとね、小さすぎるっちゃ小さすぎるので、うん。空中要塞というか、そんな感じなんですかね。はい、そんな感じがしております。ただね、この
非常にこう、アルティメットのアーマーを寄せ集めて1個のね、メカにして、さらにそれを3パターンチェンジャーにね、構成し直してるっていう、多分デザインの組み方なんだと思うんですよ。それにしては、すごくよくまとまってるなって思います。うん。ちゃんとね、しっかりと、かっこいい SF メカやってるので、これはね、すごくいいなと思います。ただ、ちょっとこの大竜がね、他のヒューマノイドモードと、はい、アグレッシブビーストモードに比べてですね、ちょっとこのノーマルモードというか、ビークルモードにちょっとしわ寄せきてる感は多少あるんですよね。というのは何かっていうと、はい、この状態ね、ジェットっぽいなっていうのと、先端にバレルみたいなのがくっついてて、なんかこう、航空機っぽい感じだなって思うんですけど、これ、どこがコックピットなのかがよくわかんないとかいう、うん、ちょっと何が何なのかちょっとよくわからんみたいな、そういう感じはあるんですよね。ちょっとしわ寄せきちゃってる感は多少あるなっていうのは、正直最初から思ってました。なので、ちょっと、まあね、突然突然ね、スタートしちゃうんですけれども、あの、どうしてもね、やりたかったの、これね、ちょっとアレンジしたいと思います。いきなり。はい。これ何がね、足りないと思ってるかっていうと、やっぱり先ほど言ったようにね、顔になる部分がないんですよ。要素だけを組み合わせてるって、かっこいいような感じの形を作りましたっていうのはわかるんですけど、このメカの顔がないんですよね。首なしっていう感じがして、うん、ちょっと嫌だなっていうのはあったので、僕はこんな感じにしちゃいたいです。ここにですね、アグレッシブビーストモード時のドラゴンの頭部がありますので、このドラゴンの頭部、こうやって、こんな感じでやって、この内面にですね、ここの前だれ、腰だれのフロントスカートの部分がありますので、これちょっと前に倒してですね、密着させちゃう。はい。こんな感じにしたらどうでしょうかっていうね。いきなりちょっと小アレンジなんですけど、これの方が良くないっていうね。おお。こうするとここが、コックピットだってわかるんですよね。で、しかも、これね、この大竜があって、アグレッシブビーストモードの際のドラゴンなのに、これの、なんだ、バイザー顔というかね、ドラゴンの目じゃなくて、こうバイザーというか、ね、あの、の目なんですよ。だから、すごい、ビークルっぽいっていうか、マシンっぽいですよね。重戦機体のアグレッシブビーストモード時の顔って、ちゃんと動物なんですよ、全部。だから、そういう意味だと、ドラゴン、ちゃんとドラゴンしてないんで、顔がね。どちらかというと、マシン寄りの顔してるから、だったらこのね、マシンとしの顔とドラゴンの顔とで共用しても、まあいいんじゃないのっていう感じのデザインしてるんですよね、すでにね。だから、これでいいような気がしてしまっていて。で、かつですね、イメージ元をガンドールとするならば、ガンドールって、変形するんですよ。ガンドールって宇宙戦艦モードの通常モードから、あの、ガンドール砲っていうね、メインの武装というか、があるんですけれども、そのガンドル砲を発射する際の発射形態になるときにドラゴン形態に変形するんですね。で宇宙戦艦からドラゴンに変形してドラゴンの口がパカーッと開いてそこからガンドル砲っていうビームを出すんですけれども、はい。だから変形する前の宇宙戦艦の状態でですね、先端がちゃんとドラゴンの顔をしてるんですよ。宇宙戦艦が。ということは、それをイメージソースにしてるんだったら、この
通常のビークルモードの時もドラゴンの顔があって正解だと思うんですよ。そこもなぞらえてもいいであれば、これが正解なんじゃないかなと、ちょっとずっと思ってたので、はい。ようやっと今日開封したのでですね、長年思っていたことを今ちょっとここで、あの、早速やりたくてね、生配信スタートしてすぐなんですけれども、いきなりアレンジをしてしまいました。うん、でもやっぱこっちの方がいいよな、絶対。うん、すごくかっこいい。はい。でこちらはね、こんな感じで、ちゃんと三角形のデルタ型の航空機っていう感じで、非常にかっこいいです。で、このね、あの、全体の構成としてはやっぱりですね、いろんなパーツを集めましたっていう感じの構成になっております。なのでね、追加アーマーなので、基本的には。なので、今回はね、超合金とか使われておりません。すべてプラです。オールプラ。なんですけど、やっぱね、いっぱい大きなパーツの寄せ集めになってるので、そこそこ重たいです。この状態でも。でもね、パーツの寄せ集めですけど、割とちゃんとしっかり、あの、接続されてるので、どのパーツも。こうやって振っても、どっかが変にカチャ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 外れちゃうとか、そういうことはなさそうですね。うん。なので、ある程度保持力は持っているので、そこら辺はすごく好印象だなと思いました。うん。非常によくまとまってるんじゃないかな。これね、首倒し出したら、すごくかっこいいです。もう文句なしって感じ。で、この状態でこういう感じでね、空中要塞っていう感じであるならば、よいしょ。例えば、例えばなんですけど、よ、じゃじゃん。はい、ちょっと外しました。はい。イーグルファイターですね。こちらの航空機。まあ、重戦機体唯一のね、航空戦力でありますイーグルファイターなんですけど、こちらがね、こう、ね、並走してこうね、空中をこうね、航行するっていうのもあるんですけど、ここでこうなんかね、こういうふうに着艦するみたいな。ここに着艦させて、するとか、こういうところを甲板に、空中甲板にして、ここにこうやって着艦させるとか、こんな感じの使い方があったら面白いかななんて思います。ここの方が素直か。この方が面白いですかね。で、こうすると、ほら、ね、なんか、うん、空中要塞というかね、空中空母というか、そんな感じの使われ方をするっていうね、そういう設定があっても面白いのかななんていうふうに思いました。これいいですね。ここ、ちょっとね、平たいね、部分があるので、こうやって、うん、こんな感じでね、駐機させるっていうのも面白い。あ、これいいですね、すごく。あ、楽しい。ちょっと純基地ロボ。また言い始めた。純基地ロボっていう感じでもいいのかなと思いました。ここにね、なんか、変形の際に使用するジョイントがあるんですけど、このジョイントをなんか使うと、少し安定してここに引っ掛けていられるっていうね。おー、いいですね、いいですね。あ、こういうの好きですね、僕。めちゃくちゃいい。おー、なかなか、なかなかこういうビークル系統遊べますね。で、その他に、じゃあ例えば、
こちらですね。はい。ダンクーガの支援武装機でありますガルーダ。こちらも一応空中戦力ではあるので、こんな感じで並べてみたりなんかして。おお、結構でかいやつだったんですけどね、これもね。あのダンクーガの背中に取り付いていたね、でかいウィングなんで、こいつはこいつで単体としてはめちゃめちゃでかいんですけど、いや、大龍河と並べると全然迫力が違いますね。サイズが全然違う。おー。でもこんな感じですね。うん。空中戦力的な感じで。まあ、あとはね、もう一つね、ブラックウィングっていう2号ロボがあるんですけれども、こちらもね、ジェット型というか、和紙型に変形するので、そいつもあと1機ね、存在するので、空中戦力としてはこんな感じで結構充実してきましたね。うん。なかなか楽しいな、これ。という感じで、ビークル形態ではこんな感じで遊んでみました。さあ、ここからね、さらに変形などをして遊んでいきたいと思います。いや、何せね、今回はやることがいろいろありまして、いろいろコメントいただいてますね。オトカメライダーセイバーさん、こんばんは。今日も、少しだけよろしくお願いいたします。ダンクーガン、超かっこいいですね。ロボヒーローの決定版ですね。オトカメライダーセイバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやね、もう大竜が、今回ね、ちょっと、初めて自分の手で変形合体させるので、ちょっとワクワクしております。スネマさん、こんばんは。オフ会用の作品作りながら視聴させていただきます。スネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。皆さん、やっぱり、あれなんですね。ミニプラオフ会に向けて制作をガンガン進められてるんですね。やべえな。僕、ほとんどできてないんですよね。うん。で、今ね、ちょっと進めてるのは、あれですね、プラデラネオ。プラデラネオのギャバリオンシリーズをちょこちょこやってて、今、ドラゴンつながりなんですけど、こいつですね。こいつをちょっとやっております。なんかいろいろやりたいななんて思ってて。まあでも、ミニプラオフ会に間に合うかどうか。間に合う気がしない。いろいろね、やりたいことがあってですね、いろいろ、手を加えてはいるものの、なかなかね、先に進まず時間もなくみたいなね。うん。失礼。オトカメライダーセーバーさん、ジェットモード超素晴らしいです。エンジン音 G12 よりも、すごい大変ですね。ご苦労様です。ありがとうございます。アルティメットダンクーガがスーパーロボだけに登場は衝撃ですね。基本のダンクーガだけでアニメで戦い抜いたのはすごいことですね。ありがとうございます。いや、もう本当そうですね。なかなかね、こう、いろいろ大変なものがありまして、まあね、この座合体は、やっぱりこう、ハイエージトイなんで、うん、変形合体とかね、結構ね、うん、手順多いし、気をつけなきゃいけない部分もいっぱいあったりして、うん、だからね、うん、デラックス玩具のように、チャ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 とはいかないんですよね。うん。そこら辺はかなり大変な部分はあるかな、なんていうふうに思うんですけれども、まあその分ね、もう、スタイルにもめちゃめちゃこだわったりして、まあ、稼働もね、盛り込めたりして、うん、だからね、素晴らしいものになってるかな、なんていうふうに思います。そうですね。あの、
テレビ本編では、ダンクーガはね、強化合体とか一切なかったんですよね。うん。というか、ダンクーガがそもそも強化合体だったんですよね。うん。で、そうそうそう。だからね、14話までは合体もしなかったんですよ。で、最初の方はね、そもそもヒューマノイドモードすら出てこなかったんですよね。はい。最初はマシン形態、ノーマル形態で、ピンチになったらアグレッシブビーストモードに変形みたいな感じだったんですよ。でね、何話かしてからようやっとしれっとね、ヒューマノイドモードが出てきたんですよね。そこに変形できるようになったんですよ。で、必殺技モードというか、本領発揮モードになって、アグレッシブビーストモードになって、戦うって、敵を倒すみたいなね。番組終盤になったら、敵を倒す時間帯になった時に、アグレッシブビーストモードで野生が解放されるみたいな、はい、そんな感じの、で、ダンクガって基本的には1話構成というか、うん。あんまりね、複数話にまたがって、物語展開とかあんまなかったんですよね。だから結構シンプルな構成だったので、そう、もうほんと起承転結がはっきりしてて、だから問題が起きて、で、ピンチになって、アグレッシブビーストモードになって、相手を倒して終わるみたいなね。うん、そんな感じの結構シンプルなね、内容だったんですけど、うん、そんな感じだったんで、意外とね、その状態で、十何話まで進んじゃったんですよね。うん。で、そのアグレッシブビーストモードでは対抗しきれないぐらい、ムゲゾルバドスの攻撃がね、苛烈になっちゃったんですね。なんで、今まで、解放していなかった、最終兵器というかね、最終的な、重戦機の最後の姿が出せるようにしなきゃいけないんだけど、それをやるためにはですね、重戦機体の、なんかこのね、精神的な成熟が必要だったんですよ。だけど、重戦機体のメンバーはあまりにもちょっとまだね、精神的に幼すぎて、あの、ダンクーガにね、合体するほどのレベルには達しなかったんですね。だけど、戦いの中で、徐々に成長していって、で、極めつけはね、叩き上げのね、あの、ゲラール隊長っていう、人物がいたんですけど、はい、重戦機体のね、兄貴的、あの、存在のゲラール隊長っていう人がいて、実は重戦機体のメンバーってね、キャリア組なんですよ。実はエリートなんですね、あの人たち。士官学校なんです、の卒なんですよ、あの人って。あの4人って。それね、すごいね、叩き上げっぽい感じでね、するんですけど、破天荒な感じでね、全員叩き上げっぽい感じがするんですけど、あれ全員エリートなんですね、実は士官学校での。で、ゲラール艦長っていうのは、ノンキャリなんですよ。ノンキャリでもう草の根から叩き上げの軍人なんですね。だからゲラール艦長はね、ひよっこのボンボンのエリートどもは鬱陶しくてしょうがないんですよね。だけど競技心があってすごいね職業軍人的な男だったゲラール艦長に惹かれてですね、藤原忍とかはゲラールの兄貴とか言ってですね慕ってたんですけど、主にね亮と忍が慕ってたんですよ、ゲラール隊長を。だけどそのゲラール隊長がミゲゾルバドスの猛攻でですね、重戦機体も歯が立たなくなっちゃって、で、最後のね、戦力があるけど、それがね、間に合わないということで、じゃあ、
それをね、間に合わせろと。時間は俺が稼ぐっていうことで、ゲラール隊長がですね、特攻を仕掛けるんですね。そんで時間を稼ぐためにゲラール隊長死んじゃうんですよ。で、そのゲラール隊長の死をもって、重戦機体のメンバーが覚醒するんですね。それでようやっと、ゲラール隊長の死を無駄にするなっていうことで、できるようになったのがダンクーガの合体だったんですよ。なのでね、ダンクーガの合体が最終形態というか最強合体みたいな位置づけだったんですね。だからね、結構最後まで行って、しかもね、あの、武装とかもそんな出てこないんですよ。基本的に合体したら相手は死ぬっていう感じの最強形態なんですね。出てこない。あれですね。レオパルドン。東映スパイダーマンのレオパルドン的な存在なんですよ。合体したら相手は死ぬみたいな。ソードビッカー投げたら終わりみたいな。そんな感じのね、扱いで。で、基本的には合体してたら、ぶったり蹴ったりするんですよ。ダンクーガ。ダンクーガでぶったり蹴ったりしたら相手は爆散して死ぬんですね、基本。で、相手の戦艦とかすら、ダンクーガが「えい!」って言ってぶん殴ったらそこでボコ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 っつってね船体とか全部ぶっ壊れていくんですよ。それぐらいね理不尽な強さを持ってるんですけど、なのでね武装とか基本そんなになくて、で最終版あたりにダイガンだけ出てきたんですね。だから実はダンクー剣ってね出てこないんですよ、テレビ版本編って。そうそうそう。意外なことにね、ね、ダンクー剣が出てきたのって、失われた者たちの鎮魂歌で出てきたっけ？ゴッドブレスダンクーガで出てきたの感じなんですよね。確かそこら辺なんですよ。だから、OVA になって初めて出てきた武装なんですよね。ダンクー剣すらですよ。だからね、そんぐらいの、アニメの扱いだったんですね。なかなかそこら辺は面白い設定ですよね。だから最後までこうダンクーガで、ね、テレビ版1本でね、テレビ版はダンクーガ1本で行ったっていうのは、なんかそういう感じの経緯があったようですね。チャーさん、大竜が確かにダンクーガらしさというか、ダンクーガの番みを感じますね。そう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 。そうです。そうそう、その通りですね。デザイン的にはやっぱダンクがノバだよね。どっちか言ったらね。やっぱりこの、なんだろう。面がシンプルというか、もうちょっとダンクーガって面が複雑なんですよね。だからこうデザインラインとしてはダンクがノバに近い感じがしますよね。そうそうそう。色味的には、まあ、ダンクが側だけど、デザインの雰囲気というか、テイスト自体は、ダンクガノバとかね、近年の、ロボットアニメに出てきそうって感じがして。だからこう結構ね、アルティメットダンクが出てきた時はね、実は賛否両論だったんですよね。僕は別にダンクーガの新しいバージョンが出てきた、やったーっていう感じだったんですけど、意外とね、フィグソクとか見てみると、結構ね、ボロッカスに言われてるのは結構見ましたね。だからいろいろこう、複雑なあれがあるっぽいですけど、やっぱそこら辺の一端に、やっぱこうデザインラインとしてのちぐはぐさみたいなのは、どうもね、言われてたみたいですね。僕は、単純に、ダンクーガの、僕の知らないダンクーガだ、やったーっていう感じだったんですけどね。意外と難しいもんだなと思いました。と、オトカメライダーセイバーさん、宇宙戦艦すごいですね。この前発表されたダンデバインは、これぞ王道であり勇者シリーズに、似ていますね。超素晴らしいです。基地に見えますね。わかります。ありがとうございます。
いや、もうほんとそうですね。もう宇宙戦艦基地ロボっぽい感基地ロボっぽい感じっていうのがすごくいいなというふうに思いました。そういう意味ではね、面の構成がシンプルっていうのはそういうところでは結構合ってたかもしれないですね。うん。あ、ダンデバインね、メカスマの方で新しく出たね、アニメも、元になるアニメすらメカスマ主導でやるというか、だからもうなんだろう、自前で自給自足するみたいなね。アニメも作るし、それのロボも作るしみたいな。そんな感じのことをやられるというね。なんかすごい新しいあれですよね。で、しかも脚本がね、井上音体が脚本されるんですよね。またなんかしっちゃかめっちゃかになりそうな感じのね、話題性はすごくいいんでしょうが、みたいなね。で、ロボ自体もね、なんかこう、構成的にはなんか僕は、なんか雷神王っぽいなって思いましたね。シンプルになんかこの、コロボのね、コアになるちっちゃいロボットがいて、で、そこに、サポート動物メカみたいなのが、複数合体することによって、ダンデバインっていう、巨大ロボットになるみたいなね。まあ、今のところその機能だけがこうアナウンスされてるんですけど、まあ、もしかしたらこの後小出しにね、こんな機能もありますみたいな感じで、なんかこう各機との合体みたいなね、ダイナゼノン的な、みんなで合体だけじゃなくて、各機とコアロボとのコンビネーションみたいなのも、まあ、もしかしたらあるかもしれないですけど、まあなんか今言われている内容だけで言うと、まあ機能的にはちょっと、あれに近いのかなって、勇者というよりかどちらかというと、雷神王に近いのかななんていうふうに思いました。でね、デザイン的には、まあ近年の複雑系なロボットトイっていう感じにも見えつつ、ちょっとなんか韓国味というか、を感じる感じのデザインラインだなと僕はちょっと正直思ったところですかね。うん。なんかあれにも言えますね。何でしたっけ、あの、トランスフォーマーワイルドキング。第2弾が出て、レックスブレイドでしたっけっていうね、新しいやつが出たんですけど、コアになる、あの、コンボイ総司令官、オプティマスプライムに代わるですね、主人公機として出てきたのが、なんか、ね、恐竜、ね、T-Rex に変形しつつ、なんか準ビークルモードにもなりつつ、ロボにもなるみたいな。で、合体するとコアにもなるっていう、なんかそういうね、あのトランスフォーマーが新しく出たんですけど、それも、あんまりトランスフォーマーっぽくないというか、どちらかというと、なんか、大悪論味があるというか、どちらかというと、なんかそこら辺も韓国味のある、韓国っぽい感じの、ロボだなーっていう感じがしてましたね。まあ、なのでね、ちょっとどういう感じで転んでいくのかなっていうのはちょっとわかんないところなんですけど、そこら辺もね、なんかこう結構力入れてやるっぽいので、いや、これは、大いに期待をしたいかななんていうふうに思っております。山中幸雄さん、主さん、皆さん、こんばんは、お疲れ様です。あ、どうも、山中幸雄さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。さあ、ということでですね、早速、こちらの大竜が変形させていきたいと思います。さあ、まずはですね、こちらは、結構ね、大変なので、まあ、本来はね、ヒューマノイドモードにしてから、アグレッシブビーストモードっていう形にしたいんですけど、結構ね、大変なんで、まずは、ここから近いところで、アグレッシブビーストモードの方に変形させていきたいかな、なんていうふうに思っております。まずはね、ドラゴン形態。やっぱり、あれですからね、ガンドールを、あの、メインにする、モチーフにしているというのであるならば、ここからね、
ガンドール砲を発射形態という形でドラゴンに変形してたんで、ガンドールも。やはりこのノーマルモードからドラゴンに変形するっていうのは、モチーフ的にも正しいのかなと思いまして、まずはここからドラゴンの方に変形させていきたいと思います。はい。まずはね、ちょっとこのアレンジを元に戻しまして、はい、ここからやっていきたいと思います。はい。まずは、よいしょ。こちらですね。ここに足のユニットがありますので、この足のユニット早速ちょっと外したいと思います。わお。ここのジョイントがちょっと外れやすいんですよね。はい。はい、こちらにありましたものを外します。ジョイントはね、この穴と、ここのジョイントを普通に差し込んでるだけって感じですね。なのでね、結構、原始的な接続方法というか、そんなに凝った接続方法ではないです。単純に板に穴が開いてて、そこにね、返しのついている突起物を差し込んでるって状態なんですけど、意外とね、しっかりと固定されます。で、その上で、こちらのジョイントは内に畳んでおきます。はい。そうしましたら、ここを外しちゃいます。こちらのパーツは外してしまいます。よいしょ。はい、外れました。はい、ここまで外れました。そうしましたら、こちらですね。ここの胴体を一旦ですね、よいしょ。軽く左右に開いておきます。実はね、これ胴体で挟んでロックしてたんですね。この中央のパーツを。なので、ロックを外しましたら、はい。ライフルを抜きます。ライフル自体はこのジョイントとここの穴で接続されておりました。で、両側でガッと挟んでロックしている形。はい。そうしましたら、このジョイントもしまっておきます。はい。ここまでできました。で、そうしましたら、ですね、どうやんだっけな。こちら、腕を下ろしまして、腕の向きを展開して、で、こういう感じかな。はい、こんな感じにして、前足を作っておきます。はい。ちょっとね、僕もね、初めて今こう変形させてるので、確認をしながらさせていただければなと思います。ここからですね、ここですね。はい。この、よいしょ、パーツを取り外しまして、そして、足ですね。この足パーツ。この足パーツを、こんな感じで曲げたら、後ろ側からグイッと爪パーツを展開します。で、こんな感じにしておいて、はい、そうしましたら、反対側も同様にやっていきます。こんな感じで、足を展開しておきます。はい、そうしましたら、先ほどのライフルですね。このライフルの、こちらのホルダーの方ですね。
このホルダーの手前のバーを引き起こして開いておきます。そうしましたら、こちらのこのパーツですね。はい、このパーツを、こっち側かな？ここでいいの？ここで、こう挟むのか。ここは挟んで、ここで固定します。はい。そうしましたら、取り外していたすねのパーツですね。はい、このすねのパーツを両サイドにはめ込んでいきます。こうかな。よいしょ。で、こちらも同様にはめます。ここでグッとはまらない。ここで同様に、あれはまんないぞ。合ってる？はまらないよ。左で、よいしょ。これむずいっすね。これが、ここ、よいしょと。あ、はまった。ただ硬かっただけだ。失礼いたしました。じゃあこちらも、よいしょ。こんな感じでやりましたら、ここスライドできますので、ここで密着させておきます。ここが、これで、はい、尻尾になりましたね。この接続ちょっと、いかがなものかって感じですね。いや、外れやすいし、取れやすい。よっ。カチッといくのかな、これ。これでいいと思いますけどね。OK。OK ということにしておきましょう。それともこれこうか。あ、こうだ。ここ出すんですね。この棒をね。なるほど。OK。これで大丈夫だと思われます。すいません。孫つきました。さあ、そうしましたら、今度、後ろ足ですね。はい。こちらの後ろ足は、ここにジョイントがありますので、ここのブースターユニットの下の方にですね、ジョイントが隠れておりますので、このジョイントを起こします。あ、これ硬そう。ものすごい硬いですね、これ。あ、やべ。ちょっとこれは硬そうだな。しかも、爪をですね、切ってしまったばかりなんですよね。しまった。あ、できた。起こせました。よ。ここも硬い。起きました。はい。このジョイントを起こしましたら、先ほどのジョイントに接続します。
せーの。よいしょ。あ、はい、差し込みました。反対側も同様に合体。いや、これ、結構ね、結構大変。ジョイントがね、硬いし、どこ持って力入れてばいいかわかんない感じですね。しかも表し、せーの、合体。あー、できた。うん。慣れるまで結構大変そう。はい、ここまでできました。そうしましたら、ですね、こちらのウィングの方を上の方に起こしましたら、ドラゴンの首を上げまして、こちらの頭部パーツですね、を、頭部パーツを、こういう感じですね。あ、ここか。こちらに差し込みます。こちらに差し込みましたら、さあ、これで完成。大竜がアグレッシブビーストモードだ。イェイ。おー、変形できました。ようやっと変形できた。いや、結構ね、すごく、手順はそんなに多くはないんですけど、なんだかんだいろいろこう、気をつけなきゃいけないっぽいところがいろいろあって、結構孫ついてしまいましたね。うん。ははは。ですが、結構ね、うん。思っていたよりかは、ちゃんとしっかりとしたドラゴンタイプに変形しましたね。ほう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 。あ、なかなか面白い。うん。ちゃんとドラゴンしてますね。うん。だから、結構、ね、パーツの寄せ集め変形というか、寄せ集め合体でね、結構、最初には、アルティメットダンクーガのデザインが先行してたと思うんですよ。で、そこから、ちゃんと立体物として再現ができる形の変形と合体を盛り込んでください。しかも3パターンの3パターンチェンジャーですという無茶なね、要望にお答えした割っていうことを加味すると、いや、非常に頑張った形態じゃないかなと思います。うん、すごくかっこいいですね。うん、ちゃんと尻尾もでかい尻尾って感じになってますし、ちゃんとね、ここで、跳ね上げができます。で、後ろ足は単純に軸でぐさっと接続してるだけなんで、ここでね、ガチャガチャは動かせないんですけど、うん、でも、失礼しました。あれ、大丈夫かな。大丈夫ですね。失礼しました。でも、足首のところに、こう左右へのスイングがあるので、意外とこのハの字立ちっぽい形で、後ろ足のつま先のね、方向をちょっと調節することはできます。それと前足は単純に腕なので、腕の可動を使えるので、ね、ハの字に開いたりっていうこともできますね。うん、こんな感じで。だから、意外とちょっとした軽いね、表情付けはできるので、うん、よくできてると思います。これ、口は開くの？口は開きますね。開いた。
口も開きます。なので、これでガンドル砲発射。ガンドル砲発射形態できますね。ガンドル砲発射ドーンっていうね。おー、いいですね。ガンドル砲発射ドーンっていう。おー、あ、これはなかなか面白い。ほうほうほう。ね、だからガンドールを重戦機のロボとして落とし込んだっていう、ね、熱い展開という意味でも、なかなかいい形態だな、なんていうふうに思います。素晴らしい。ね、ちゃんとドラゴンとして成立してるし。いや、かっこいい、かっこいい。ね、しかもね、周りにね、こういうのがビューっつってこういう風にいる感じ。これかっこいいじゃないですか。おー、いいね。なかなか僕はね、気に入りました。えーっと、コメントいただいてますね。チワさん、スターセイバー、ダイアトラス以来の主人公和製トランスフォーマーなんで、レックスブレイドは応援したいです。先ほどのやつですね。トランスフォーマー、ワイルドキングのね、第2弾、第2弾トランスフォーマーロボというか、主人公機みたいな感じですよね。うんうんうん。結構ね、センセーショナルに登場して、で、今は、あれですね、あの、予約、もう発売されたんですっけ、あれ。でね、7000いくらなんですよね、単体でね。うん、で、第2弾で、追加される、ワイルドドッキングするね、コロボたちは、第1弾のやつのリデコ商品っていうかね、リデコでバリエーションされてる感じですよね。で、前回は、コンボイ総司令官だったんで、まあ、赤色配色、赤のコンボイ総司令官にいろんなカラフルな色のトランスフォーマーたちがくっついていったって感じなんですけど、第2弾のそのレックスブレイドは、ブルーが基調になってるんですね。だからブルーのロボにガチャガチャ合体していくっていう感じですね。っていう雰囲気になってるので、なかなか面白い展開なのかななんていうふうに思っております。チアさんはね、かなりお気に入りになっているようで、応援するということですね。いや、それ素晴らしいんじゃないかなと思います。山川幸夫さん、ちなみにシンカリオン SGX ブラックシンカリオンとても楽しみですが、ダーク踏切手裏剣がないのが珍しいですね。ダーク踏切手裏剣再現してほしいですね。はい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 。ブラックシンカリオンが出るっていうことなんですね。SGX でね。ほう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 。それは、あの、見てないかも、情報を。そうなんですね。あ、あれがないんですね。武器が、あの、ついてきてないんですね。ははは。なるほど、なるほど。でもね、なかなか面白い展開なので、シンカリオンもすごく楽しみですよね。うん。小玉が出てくれたらいいのになと思いますけどね。やっぱあれは目玉になるんですかね。やっぱね、初代のやつって言ったらね、小玉との合体と、あとあれですよね、ドクターイエローとの合体が、はい、あったので、ちょっとね、それが出たらね、かなり熱くなるんじゃないかな、なんていうふうに思ってるんでね。いや、今後とも、非常に楽しみな、あれかなと思います。シリーズかなと思います。さあ、ここまで、アグレッシブビーストモードできましたので、いよいよ、ロボの方へ合体させていきたいと思います。なるほど。ここからちょっとロボの方に合体させていくよ。
ほう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 。何せね、ちょっと、初めて組み替え合体をするもので、ちょっとね、いろいろ確認をしながらやっておりますが、よし、OK。なんとなく分かった。では、合体させていきたいと思います。ここから、ヒューマノイドモードへ変形いたします。まずは、ちょっとね、大物のところから、こちらのウィングパーツ、こちらを取り外します。よいしょ。はい。そうしましたら、こちらの頭部パーツですね。こちらを外しちゃいます。はい。で、こちらと頭部パーツですね。頭部パーツ、喉元のこのパーツは取り外しまして、はい、そうしましたら、ドラゴンの首をこんな感じでまとめておきます。で、これで合体準備完成。で、こちらは先ほど外しましたところに元に戻すと。はい、こんな感じですかね。はい。で、これで置いときます。はい、そうしましたら、足パーツですね。この足パーツを、せーの、はい、外します。こちらも、よいしょと、はい、外しておきます。はい、そうしましたら、先ほど苦労したこのパーツですね。このパーツも、よよ取り外していきます。よいしょ。あ、今度は、外れた。外れた、外れた。はい。こちらを取り外しましたら、ライフルの方も取り外しておきます。はい。ここまでバラバラにいたしました。はい。そうしたら、足ですね。はい。足は、ですね、こちらを、つま先をまず上げて、はい、クローの部分を後ろ側に回しましたら、この爪の部分だけ上に跳ね上げます。はい、これで合体準備完成です。反対側も同様ですね。つま先を前に回したら、爪の部分を後ろに回して、先端だけ上に跳ね上げると。はい。これで足の準備は完成です。そうしました胴体ですね。はい、胴体は、まず、こちらの前足の爪のパーツを取り外します。あ、これも怖っ。こっち側からやるか。あ、外れた。はい、外します。こちらも同様に、はい、外します。はい、そうしましたら、はい、腕を下ろしましたら、胴体ですね。この胴体を中央に畳みます。はい、肩。あれ。せーの。はい。中央にまとめておきます。はい、そうしましたら、後ろ側からこのパーツをですね、ぐっと持ってきます。よいしょ。はい、持ってきましたら、ここで止めます。ロック。はい、そうしましたら、足をそのまま前へ持ってきます。そうしましたら、肩パーツを投げまして、でこのパネルを開きますと、中に拳がありますので展開します。
はい、そうしましたら、親指を起こして、こうですね。反対側も同様です。くるっと回転して、親指を起こして、こうですね。はい。で、そうしましたら、ウィングですね。このウィングパーツなんですが、これを起こして、引っ張って畳む。こちらもそうですね。起こして畳むと。こんな感じで引っ張り出しておきます。でそうしましたら、このジョイントはしまっといて、こっちのジョイントを、はい、立てておきます。はい。と、ここまで来ましたら、先ほどの足ですね。この足を合体させます。合体。反対も合体。おー、足になった。そうしましたら、このすねパーツですね。このすねパーツ、この足パーツは左右ないんですけど、すねパーツは左右あるんですよね。はい。こっちが R、右です。で、こっちが L で左なんで、こうですね。内面にジョイントがあるので、起こしておきます。で、こちらも同様ですね。はい。そうしましたら、こちらのパーツをすねに合体。こちらも同様に合体。よいしょ。はい。合体いたしました。よはい。こんな感じですね。おー、だんだんできてきました。はい。そうしましたら、こちら。こちらの方は肩パーツになりますので、この爪のパーツを起こしておいて、肩に合体。よいしょ。はい。こちらも同様に肩に合体。おー、いいですね。いいな。はい。そうしましたら、こちらのパーツは背中ですね。背面に合わせて接続します。ガチャッと。こちらも、こっち、穴に接続します。はい。これで接続できました。あ、そっか、接続する前に。あ、いいか。いけるか。はい、そうしましたら、ジョイントパーツですね。はい、このジョイントパーツを、このブレストパーツをこのジョイントに合体します。合体。おー、合体できました。さあ、そして最後に、頭部の方をぐるっと起こして、さあ、これで完成。大龍河だイエーイ。おー、できた。
おー、完成しました。大竜がヒューマノイドモードです。めちゃめちゃかっちょいいね。結構ね、背負い物がでかいんで、あの、なかなか自立が難しいんでね、ちょっと軽く後ろ重心の立ち方になっちゃってるんですけど、これ普通に立たせても立つのかな。結構きついかもな。もしくは、こんな感じの立たせ方だと、いけますね。うん。お、立った。結構ね、結構バランス見るの大変ですけど、うん。いや、でもかっこいいですね、ロボとして。すごくこの、正統派、イケメンロボ的な感じですね。トランスフォーマーだとどちらかというとデストロンっぽいけど、今で言うとディセプティコン味が、ありますが、ブラックね、ダークグレーと紫ですね、パープルと差し色がゴールドトレッドって感じの、そういうね、配色になってるので、どちらかというとね、ちょっと悪者チックな感じの配色にはなってるんですけど、うん。頭部もね、非常にイケメンチックな、いや、非常にイケメンですね。うん。すごくシャープな作り方になってますし、パーツ構成もね、すごく複雑な頭部ですね、これ。いや、非常にイケメンでかっこいいですね。うん。なんで、僕、最初ね、これ、ガンドールモチーフっぽい感じがあったんで、だからこなんだろうな、メインとして乗っているというか、中に入って命令をしている人が葉月博士かななんていうふうにちょっと思ってたんですけど、なんかこの紫っぽい感じと、このね、線の細いイケメンっぽい感じの顔とか、紫ラインの差し色とか考えると、なんか蘇ったシャピロキーツが乗っててもおかしくないななんていうふうに思いましたね。シャピロ専用機って感じ。シャピロ専用重戦機みたいな感じはちょっとありますね。実際ね、白熱の終章で、シャピロキーツね、テレビ本編で死んでるんですけど、さらにね、殺されちゃうんですけど、あの白熱の終章っていう OVA の続編があるんですけど、そこでね、復活してるんですよね。復活してるんですって、しかもこちらの重戦機体に寝返ってですね、あの、ランドライガー乗ってる式部正人がですね、その時にちょっとね、乗れなくなっちゃうというか、はい、戦線離脱しちゃうんですよ。で、その式部正人の代わりにランドライガーに乗って、最後ダンクーガにね、実はシャピロキーツ合体してるんですよね。という意味で、重戦機体としてね、組み込まれている実績があるんですよ、シャピロには。なので、晴れてね、自分専用機をもらったシャピロキーツの専用機っていう風な感じなのかなと、今、ちょっとこのデザインとか配色見て思いました。うん。いや、非常にデザインはかっこいいですね、ロボットとして。めちゃめちゃかっちょいい。うん。で、結構ね、こんないろいろなパーツの寄せ集めなのに、すごいね、まとまってるし、可動もね、十分あるんですよ、ほら、こうやって。ね。ちょっと特殊なところに膝関節ありますけど、
うん。非常に回ります。で、ももにもちゃんとロールあるし、腕もね、きちんと前に回ります。結構ね、こんな大ぶりなブレストアーマーあるんですけど、ここね、結構逃がせるんで、ちゃんと前にも触れますし。で、肩もね、こんだけでっかい肩アーマーを担いでるんですけど、ここにね、すごく余裕があるんですよ。バックパックとの間に。だから、干渉せずにね、前にも回せるんですよね。だからすごく、可動性も優秀だと思います。合体させてしまえば、なんか変にいろいろ気使わないといけない感じではなさそうですね。だからこう、ハイエージトイ特有の、動かすのもヒヤヒヤしながら動かすみたいな、そんな感じのやつはないですね。なので、意外と大胆なポーズとかも、普通に、トランスフォーマー的をいじってるぐらいの感覚でいじれるのは、すごく素晴らしいな。さすが、メカスマっていう感じですね。ただね、やっぱね、背中の重量が重たいので、あんまり足はね、いろいろいじくれないかもな。重量考えると。あ、安定した。よし。こんな感じの。やっぱバックパックがね、非常に重たいので、自立させようと思うと大変です。で、専用武器はこちらのでかいライフル銃になりますね。はい、このライフル銃を持つことができます。で、拳がね、面白いことにですね、この拳がね、回転するし、親指は独立して動いて、4本の手はね、連動して動くんですけど、その他にね、こういう方向に稼働するんですよね。この稼働があるので、この斜めに持つ系のグリップなんですけど、これがね、非常に持ちやすくて、はい。おおすげえ、なんか勇者パーツ的な感じになってますけれども、こんな感じのね、ものすごい長いライフル銃を構えられる感じですね。おお、これは素晴らしい。あ、これかっこいいね。あ、これは素晴らしいな。おお、迫力があります。背負い物もでかいし、ねえ、持ってる武器も長物で、いや、めちゃくちゃいいですね。あとはもう一点考えたいのが、やっぱこれね、先ほどもね、変形させたんですけど、これ、どの形態にもこのライフルっていうのが変形に組み込まれてるんですよね。ね、機種になったり、尻尾になったりしてるので、あの、他、あの、ダンクーガーは、ほあの、ダンク、あの、ダイガンがありますし、各ね、重戦機体の、こういう、専用武器も、あるんですけど、基本的にはね、余りパーツなんですよ。で、変形合体には組み込まれてないんですね。ロボットの時に持つだけなんですよ。だから、アニメの作中でもですね、ダイガンとか専用武器とかはですね、輸送機から落とされるんですよね。だからちゃんと輸送機があれ運んできてくれるんですよ、あの武器。だけど、大龍河は、ちょっと他の重戦機体とは違うんですよね。
うん、この武器がね、あまりパーツじゃなくて、ちゃんと変形合体用パーツになってるんですよ。って考えたら、これ、使わない時でもどっかにつけておきたいよねと。欲がね、ちょっと出ちゃいますよね。なので、ちょっとそれを考えたいなと思います。やっぱりね、この武器はね、持ってるだけじゃないのよと。使わない時もどっかに、こうね、しまっておきたいというかね、喧嘩しておきたいんですね。そういう場所がないかなというのを今からちょっと探していきたいと思います。さあ、こいつです。ものすごい長いんですよね。で、ライフルなんですけど、こうやってね、短くすることもできるんですよ。この柄のスライドギミックがあります。これすごくいいですね。で、これを、どんな形でもいいので、こんな感じでね、担いでおきたい。なんかいいところに引っかかりそうな場所があればいいんですが、なんかないかなと。ほう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 。うーん。なんかね、ここら辺にこう、収まるのが一番、お、できた。ここぴったり収まります。ここに、で、しかもね、ちょっと、しっかりかっちりカチッといきますよ。あれこれすごくない？ベストなんですけど。ベスポジなんですけど。ほら。ここに収まりますよ、これ。うわ、これ最高。いや、特段何もしてないんですけど、ここのね、隙間に、このね、ブースターユニットと、このウィングのね、間に隙間があるんですけど、ここ差し込んだらね、いや、なんかすごい、スッと入るし、ここのね、このラインがバッチリなんですよ。このライン、この角度が、ビタビタなんですよね。ほら。もうほんとしつらえたかのように。で、しかもここまでやると、なんかね、微妙に、渋みが効いてね、ホールドしてくれてるんですよ。まるでここに刺してくださいと言わんばかりの。これ、もともとこうしろっていう感じじゃないよね、多分ね。うん。説明書にこんなの書いてないよ。書いてないよね。書いてないよね。うん、書いてないです。おー、すご。これ偶然にしてはすごすぎない？ほう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 。これはちょっと、やばいね。めちゃくちゃいい。これはいいな。ちょっと嬉しすぎる。いや、なんか意外とできるもんですね。さあ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 。ちょっとね、ここまでやりまして。よまずはやりたいのはこちらですね。ドドドドドドドンと。はい。
ダンクーガと大龍河。こちらの並び立ちオーバー。おーおー、いいねー。素晴らしい。いや、これね、ちょっとね、本当は時間があったら、各重石体のヒューマノイドモードでね、こうやって並べて立たせたかったんですけど、いや、これすごいいいな。はい、こうやってね、立たせるとわかるんですけど、はい、ダンクーガの方が、ちょっと一回りでかいんですね。頭一つ分ぐらいでかい。だから、重戦機体並べると、わかるんですけど、この大龍河って、ビッグモスとほぼ同程度なんですよ。ビッグモスとほぼ同程度が2体いて、で、ランドライガー、ランドクーガーが同程度で2体いて、で、真ん中にイーグルファイターっていう構成になるんですよ。で、そうするとね、すごいまとまりがいいの。ちっちゃいの1、中くらいの2、でっかいの2っていう、この5体の、はい、組み合わせっていうのがね、めちゃめちゃいいんですよね。なので多分そういうサイズ差狙ったのかなとかっていうのもちょっと思ったんですよ。だから、重戦機なんですよね。ビッグモスと同等なんですよ。なんかね、そこら辺もなかなか面白いなっていうふうに思ってたんですよね。ちょっとさすがに今からこのダンクがばらして各機並携させてってやってると、あまりにも時間がね、かかりすぎてしまうので、一旦ちょっとね、今回は割愛しようかななんていうふうに思うんですが、いや、しかし、ダンクがかっこいいな。ちょっと先ほど外してしまったんですけど、ね、ガルーダの方もちょっと合体させておいた方が良さそうですね。うん。ね、こっから先にね、今度アルティメットになるときにこいつ外さなきゃいけないので、一旦外しといたんですが、よいしょ。やっぱりね、ダンクーガといえば、このね、ブースターユニットが合体してる姿っていうのがやっぱダンクーガって感じしますからね。おー。おー。いや、これは素晴らしい。おー、めちゃめちゃいいね。かっちょよ。いや、これは決定版だな。うん。ザガッタイちょっとダンクーがこれ決定版ですね。いや、これは美しい。美しいね。ダンクーガだ。嬉しい。さあ、ここまでやったらね、いよいよ、ちょっとね、お待たせのお待ちかねの、ちょっとね、アルティメットの方にちょっと強化合体の方をしていきたいと思います。コメントいただいてますね。山中幸雄さんからスパチャを頂戴いたしました。山中幸雄さん、いつもありがとうございます。乾杯。いや、いつもありがとうございます。励みになっております。チアさん、大竜が単品でもかっこいい2号ロボ。シャピロかなやっぱりシャピロだと思います。うん、やっぱそうですよね。紫っぽいもんね。なんか、やっぱ紫つわれちゃうと、やっぱシャピロって感じしますね。うん、デビッド・ボーイみたいな感じでね。なんかね、ちょっと紫系のアイチークとか入れてましたもんね。チアさん、白熱の終章のマサトの扱いはどうなんだと思わずには。ね。なかなかね、
うん、物議を醸しましたね。っていうかね、やっぱね、ダンクーガの、アニメはね、全体的にそういうのありますね。ちょいちょいね。うん。まあ、シャピロもなんか、あっけなく死にすぎだしさ。なんかいろいろあるよね。いや、まあでも、うん。それも含めてダンクーガかなと。そういう楽しみ方もあるかなというところでね、ちょっと広い心で見るのも大事なのかななんていうふうには思いましたね。さあ、そしてですね、これからちょっとアルティメットの方に強化合体をしていきたいと思います。いやー、なんかすごいね。だってこれさ、このアルティメット、このダンクーがさ、こんだけ完成度高いダンクーガじゃないですか。で、ここからさ、ね、フルアーマーモードというかね、もう正統派な強化合体をここからするっていうんだから、いや、これはなんかすごい話だなと思いますし、やっぱりダンクが好きの僕としては、いや、非常に感無量なんですよね。うん。さあ、ということでね、ちょっと、ワクワクしてしまいますけれども、ちょっとやっていきたいと思います。まずはですね、ダンクーガの方から合体準備の方をしていきたいと思います。こちらのダンクーガ、背中のですね、ブースターユニットは取り外して、こちらの方は使用しませんので、外しておきます。ね、ガルーダ君は申し訳ないですけれども、余りパーツです。はい。で、そうしましたら、とりあえず、イーグルファイターの方は取り外しておきます。はい。そうしましたら、胸パーツですね。胸パーツの方を、畳んでひっくり返して、はい。こんな感じで、はい。村上音体バージョンというか、高荷さんバージョンというか、そんな感じの耳の形にしておきます。はい。そうしましたら、コックピット両側のパルスレーザーの方を邪魔にならぬように上に向けておきます。で、実はね、このパルスレーザー砲なんですけど、2種類存在していて、これ今つけてるのは軟質パーツなんですね。ちょっと柔らかいんですよ。プニプニしてて。で、この他にカチッとした硬い方もあるんですけど、造形はほぼ変わんないです。軟質もね、形は全く同じと言っても差し支えないぐらい。なんでこれ2セットあんだろうっていつも、ちょっと最初不思議だったぐらいなんですけど、はい、これ、めっちゃ硬いんで、細い銃口グイってやってボキっていくの怖いから、軟質使ってます。多分そういうのも含めて2種類のパーツが用意されてたんだと思うんですけど、軟質の方が僕はいいと思います。破損注意です。はい。ということで、こんな感じでまとめておきまして、これで実は合体準備はもう完成ですので、はけておきます。はい。そうしましたら、おっと、大龍河です。ライフルは外しておきます。よっ。はい。こいつはもうほんと、アーマーアップするためのね、はい、強化アーマーの寄せ集めロボなんで、こいつはもう完全に全てばらしていきます。まずはですね、背中のパーツを外します。はい、こいつは外しておきます。はい、そうしましたら、
胸のブレストアーマーですね。これ外します。肩アーマーですね。外します。はい。で、すねアーマーを外します。こちらも外します。そうしましたら、よいしょ。はい。足パーツも外しておきます。こちらも外します。と、こちらが本体が残りました。で、こいつがバックパックになります。このね、上半身と巨大なね、ウイング、これ全部含めてバックパックになります。はい、まずはこちらの頭をぐるっと回転させましたら、後ろに回しておきます。はい。そうしましたら、手ですね。手は前腕の方に格納しておきます。よっ。こちらに格納。はい、こんな感じになりました。はい、そうしましたら、ちょっと待ってくださいね。お。はい、そうしましたら、この胸をのパーツのロックを外します。で、肩のアーマーは下に下ろしておいたら、腕を縮めます。はい、これでピタッとつらい位置になりますね。ワンブロックの腕になります。そうしましたら、胸パーツ広げます。せーの。これが結構硬いんですよね。せーの。よいしょ。はい。広がりました。ね。向こうから顔でこんにちはしてますけれども、こんな感じにしておきます。はい。そうしましたら、こちらですね。ウィングパーツ上に上げましたら、このアームのユニットをですね、こっち側にまとめて、はい。こんな感じに畳んでいくとですね、あれ、ここで、収まりました。こんな感じでぴったりとウィングユニットの中に腕がピタッと収まるんですね。これはすごくよく考えられております。はい。こちらも同様に、よいしょ。腕をこのユニットパーツの中に収めます。はい、こんな感じで収まりました。おー、素晴らしい。こんな感じでウィングユニットになりました。そうしましたらこちらをですね、下げまして、X 字のウィングにしておきます。
そうしましたら、ここにですね、ジョイントパーツがありますので、起こして、内に入れて、これで角度を固定します。これで、でかいウィングユニットの方ができました。いいですね。いや、でかいんですけど、オールプラなんで、そこまでは重たくないです。はい、ウィングユニットができました。そうしましたら、下駄ですね。下駄の方を組み立てていきます。はい、こちらの下駄の方は、このように展開しまして、そしたらですね、ここを起こします。はい。こんな感じに開いておきます。はい、これで、下駄の準備完成です。こちらも同様ですね。起こして、起こして、これで準備完成です。さあ、そうしましたら、いよいよダンクーガの方に合体していきたいと思います。はい。よいしょ。まずはですね、こちらのデカブツボディに下駄を履かせていきたいと思います。大変そう。大変そうだな。はい、これはですね、本当に靴を履くみたいな感じですね。カバーをかける感じです。こちらに、ちょっと外れてる。これ多分ジョイント外れてもうまくいかなさそう。はい、こんな感じですね。ここに中に差し込んでいって、ちょっと外れてます。意外とここがね、外れやすいんですよね。はい。で、はい、ここにランドクーガーの足を収めまして、収めまして、収まりました。たら、サイドで、そしたら、ここか。ここのパーツを展開するのか。すいませんね。初めて合体させるもんで、ここのパーツを展開しなきゃいけませんでした。失礼しました。ここを展開して、サイドからはめ込んでいきます。で、そうしましたら、ちょっとね、空中でこのダンクーガを持ちながら合体させるのはちょっと無理ですね。ちょっと地上に置きます。はい、ここまで合体させましたら、ここにですね、合体用のジョイントパーツがありますので、起こしておきます。はい、ここに合体パーツがありまして、こいつを、このランドライガーのこの足のですね、に軸がここにあるんですけど、この軸に差し込んで固定です。せーの、はい、固定されました。
これでようやく下駄カバーの完成です。おー、まるっと靴を履いた感じですね。どちらかというとなんかこの雨の日に靴の上からかけるレインカバーみたいなね。そんな雰囲気。はい、こちらも同様ですね。このパーツを開いておきます。そうしましたら今度はランドライガーですね。このランドライガーを上からかぶして、サイドから固定。よいしょ。そうしましたら、ここからジョイントを起こして、ここでロック。おー、下駄を履いた。よいしょ。バンクーガが靴を履きました。なかなか靴を履くだけでもちょっと感慨深いものがありますね。あんな、だって変形合体、変形するロボット丸々1個をカバーしてるんですよ、これで。すごい話ですよね。はい、そうしましたら、今度ここにですね、ビークルモードの時に腕をロックしていたパーツがあるんですけど、これを起こしておきます。はい、そうしましたら、こっちですね。右って書いてある方ですね。はい、こちらジョイント畳みましたら、これを上で引っ掛けて、このジョイントでロックする感じらしいですね。上で引っ掛けて、これでロック。うわ、むずっ。どこを見てりゃいいんだ、これ。これ、難易度高いな。難易度高いぞ、これ。あ、こっちか。ちょっとやってみます。せーの。ロック。あ、いった。いきました。じゃあ反対側もやってみます。せーの。あ、いかない。あ、やっぱりか。ここがね、結構ぷにゃ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 動いちゃうんですよね。よし。だから、動いてないことを確認して、ロック。おー、入りました。おー。これで足が強化されました。いいねー。素晴らしい。これで足が強化されましたので、次は、腕ですかね。腕パーツの方を取り付けていきます。はい、こちらはまあ特に難しいことはないですね。クローを展開したら、このジョイントですね。このジョイントに合体。おー。しっかりと合体しました。こちらも合体。うん。おー、なんか、
ダンクがらしからぬヒロイックな感じの雰囲気になってきましたね。おお。うん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 、そうしましたら、いよいよ、こちらの背中ですね。この背中に先ほどのウィングユニットですね。このウィングユニットのここのジョイントをこのジョイント穴の方に接続します。いくと、接続。あれ言えない。接続だと、あれうまくいかないぞ。よいしょ。これ合ってるよね。うん。うんうん。いきます。再度。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、ごめんなさい。ちょっとね、僕も見えないんですよ、これ。すいません。ちょっと、一生懸命、やってみます。あれこれ、本当になんか、引っかかるな。大丈夫なはずなんだけどな。何がダメなんだろう。はい、今ね、ここのジョイントに、こいつをですね、ここのジョイント穴に入れなきゃ今いけないんですけど、これがね、なんかやたら弾空砲のミサイルとかがですね、とか弾空砲が邪魔して入らないんですね。なんでだあ、ミサイルコンテナか。ミサイルコンテナかな。よいしょ。あ、入った。すげえギリギリ。ものすごいクリアランスギリギリですね。ちょっとこれ、うわ、重た。ちょっとですね、お見せしたいんですけど、重たくて。よよいしょ。ここがですね、すごいですね。ここです。このビタビタさ加減。これ結構ね、入れるの難儀しました。ぐらいね、すんごいクリアランスがギッチギチです。いや、よく調整しましたね、これ。すごいな。なんとかはまりました。
いしょ。しかしこれ、こんな強烈に動くのに、足、こんなね、強烈に重たいのにね、足にいろんなクリック関節が入ってんですよ。だからね、カチャ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 ね、動いちゃってね、倒れないようにするのが結構大変。いやー、これね、これ、ちょっとね、超合金、豪華に入れすぎましたね、これ。非常に大変です。はあ、やっとここまで来た。できました。さあ、そうしましたらですね、今度は、ブレストアーマーですね。こちら。これ外れちゃった。よいしょ。はい。こちらのブレストアーマーの中から、よいしょ。はい。このヘッドユニットを外しておきます。はい。そうしましたら、こちらのアームを伸ばしておきます。で、このアームを、その前にちょっとこれを畳んでおくのか。やべえ、外れた。外れたよ。マジか。よし。はい。そうしましたら、こちらのアームユニットを背中のジョイントパーツに接続をしまして、これも大変だな。これも結構大変。これ2箇所の穴に同時に刺さなきゃいけないですね。ここと、ここを、こことここに差し込めと。ちょっと待ってください。せーの。よいしょ。で、ダンクーガの方に、差し込めてる？できました。差し込めました。そしたらブレストアーマーを下ろします。はい。そうしたら、先ほどの、はい、大龍眼のブレストアーマーですね。こちらの方は、フロントスカートを倒してセットしておきましたら、このジョイントで、ここに接続します。せーの。せーの。よいしょ。合体した？いけてるね。はい、OK。接続しておきます。これで腰パーツの方も接続できました。
さてと、いよいよ、イーグルファイターの頭部ですね。こちらのイーグルファイターの頭部にこのアーマーをつけるんですけれども、まずはですね、この上のパーツの方を取り外しておきます。で、こちらのヘッドユニットの方、左右に開きましたら、はい、こちらですね。ここに、当て込んで、左右で合わせておきます。おー、なるほど。これどっかにロック、ここのロックか。ここの足のこの穴のくぼみに差し込んで固定するんですね。はあ、はあはあ、ここでガシッと差し込んで固定します。よし。はい。で、左右からこう挟み込むと。おー、なるほど。そうしましたら、機種伸ばして、こちらを、はい、キャノピーのところから上にこうかぶせるようにして、こうですね。はい。こんな感じでピタッと合わせておきます。その上で機種を、はい、畳みますと、ここでこのラインがつらい位置になるってことなんですね。こういう。なるほど。はい、そうしましたら、こちらをヘッドオン。ヘッド、あり。少々お待ちを。こちらに、あれ、なんでこんなきついんだ。ヘッドオン。さあ、できた。これで完成。アルティメットダンクガだ。イェイ。やっとできた。おー、かっこいい。よいしょ。おー、すげえ。おお、すげえ。めちゃめちゃ正統派にかっこいい強化合体になりましたね。これすげえな。おお、めちゃめちゃまとまりいいですね、この合体。うん。すごいかっこいいし、すごい完成度。なるほどね。座合体の段階で、座合体のダンクーガの段階で、すごいプロポーションが良かったんですよね。スラッとしてたというか、獅子がすごい長かったんですけど、だから、あの、結構ダンクーガって、大張さんも言ってたんですけど、アニメでね、書いてた時のイメージ的には、着ぐるみを着ているね、スーパー戦隊のロボットのような着ぐるみを着て戦っているイメージで書いてたんだそうで、結構がっしりした
体型のロボなんですよ。だけど、座合体の時ってかなりプロポーション良くて、少しスラッとしたような印象があったんですね。それはそれですごくかっこよくて良かったんですけど、なるほどと、これ合体させてみて思ったんですけど、あ、ここからの逆算っぽかったですね。スタイル的に。だからほら、これアーマー着込むと、なんかベストって感じがする。なるほど。ここからのバランスを調節して、あの形になってたんだなってわかります。ね、しかもほら、もう、なんだろう、すべてのパーツがね、完全にこの一体化しておりますね。なるほど。これはすごい。このまとまり感はちょっと超絶すごいね。そんでね、頭部なんですけど、なるほど。これね、この横側からのこの感じ。ああ、この感じ。なるほど。僕正直、アルティメットダンクーガ見たときにね、この上のパーツいらないんじゃないって思ってたんですよ。この上の角。ちょっと上の角が主張しすぎかなと思って、いらないんじゃないかなと思ったんですけど、なるほど、これ横顔が美しいんだ。あ、こういうことだね、ほら。そっかそっか。だからこの方が良かったのか。あ、確かにかっこいいね、これね。はあはあはあ、さすが大張先生。うん、なるほど。この頭部はいい強化頭部だ。あのね、そう、ダンクーガの強化合体って言われちゃうと難しいですよね。はっきり言って、ダンクーガの強化形態って、ファイナルダンクーガが最適解だと思うんですよ。なぜなら、ダンクーガの段階でデザインが完成されちゃってるから、どちらかというと、ウィングを追加する、ウィング合体というかね、ジェットスクランダー合体というか、あの感じのパワーアップが、最適解なんじゃないかなっていうふうには思ってたんですよ。だから、強化アーマーをガンガンに着込むフルアーマー形態は、ダンクーガとしてどうなんだろうっていうのはちょっと思ってたんですよね。うん。いや、だけどね、すごいね。ああ、なるほど。確かにダンクーガだ。しかも、そのダンクーガでフルアーマー形態作るってなると難しいのが、あの、色ですよね。変に色をガチャ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 追加はできないじゃないですか。ダンクーガのイメージを損ねるから。うん。だから、まあ、ゴールドのは結構入ってるんですけど、でも結構アクセント的にちょっと入ってるぐらいですよね。うん。だから、本来のダンクーガのね、配色から大きく変更されてないんですよ。割とね、ブラックを基調にして、ブラックとレッドを基調にして、そんなに多くの差し色は入れてない感じですよね。うん。で、このテイストを守りつつ、あのダンクーガの頭部をさらに強化しなきゃいけないってなると、強化パーツ結構難しかっただろうなと思うんですよね。うん。変にいじくるとまたこれはこれでどうなのっていう風に言われちゃうでしょうから、いや、これダンクーガを強化合体させるっていうのは結構難易度高かったと思うんですよね。いや、それをね、いや、めちゃくちゃうまくまとめてるんじゃないかな。いや、僕はこれは素晴らしいと思います。
うん。で、しかもフルアーマーなんで、何かというとですね、一つのコンセプトとして、ダンクーガって、あの、コックピットキャノピーが剥き出しだったんですよ。ね、こことこことこことここにあって、全部のコックピットが剥き出しの状態であったのがダンクーガだったんですね。だけど、ダンクーガってどんなに攻撃を受けても全然びくともしない頑丈さみたいな感じの描かれ方もしてるんですよ。だから、そこに大きな矛盾が生じてたんですね。うん。だからこのフルアーマー形態になった時に一つのコンセプトとして全てのコックピットを覆い尽くすとアーマーでっていうのがあったらしくて、だからこう足も完全に覆ってますよね。で、ここ胸も覆ってるし、で、このね、頭部の冠パーツでイーグルファイターのキャノピーも覆ってるんですよ。だから全部のコックピットはカバーされてるんですよね。だから、そういうコンセプトですよっていうことなんですが、やっぱなんかダンクガっぽさを全て消してしまってるんじゃないかっていう意見もあるんですよね。うん。なんかこう、全部覆いすぎてしまって、ダンクーガじゃなくてもいいんじゃねえかっていうふうに言われちゃってたんですよ、最初のうちね。そう言ってた人もいたんです。うん、まあ、確かに言わんとしてることはわかるんですが、でも僕はね、うん、全然いいと思います。めちゃめちゃかっこいいと思う。うん。これはこれで一つの強化形態として全然ありなんじゃないかなと思いますね。いや、むしろすごくかっこいい。いや、これはめちゃめちゃいいですね。ただ、これね、めちゃくちゃまとまってるじゃないですか。でね、稼働ポイントもすごく多いんですよ。うん。なんですが、あのね、先ほども合体させてた時に結構魔法ついてたと思うんですけど、めちゃくちゃ重たいんです。ダンクーガの段階で、えっこらしょっていう感じで持ち上げてたんですけど、重いんですよね。だから、だけど、すごい繊細な合体ジョイントなんで、なんかね、微妙にこう調節しながら、ジョイントを見ながら合体しなきゃいけなくて、だから空中に持ち上げながらこうやって位置合わせをしたりしなきゃいけないっぽい感じの、ジョイントの合わせ方が必要だったりするんですけど、持ち上げるのがきついんですよ。でね、先ほども言いましたけど、ダンクーガのこのね、もも周りのジョイントのね、数がえぐいんですね。まず股関節だけでも、股関節自体のスイングがあって、で、股関節はもちろんこっちとこっちに二軸でクリックの入った金属ジョイントがありますね。で、さらに、そこにロールがあって、さらにこの太ももにね、内にこういう風に曲がるジョイントもあって、で、しかもこの膝はですね、ただ曲がるだけじゃなくて、これ二重クランクになってるんですよ。で、このすねの方にもなぜかね、クランクが入ってるんですね。だからね、これだけで結構、4軸ぐらいあるんですよ。で、ここだけ、このもものジョイントだけでも、カチャ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 っていう感じで動くんですね。で、どれも、金属のジョイントだし、全部クリック入ってるんですけど、これね、足の重さと上半身の重さがえぐいんで、こう、こんなにいっぱい可動入っちゃってると、いかに金属のクリックが入ってるとはいえね、ガラガラガッシャーンってなるんですよ。こんな複雑な関節入ってたら。だからね、結構ちゃんと、可動ポイントはあるんだけど、あんまりポーズは取らせたくないっす。うん、この仁王立ちでもうとっても十分って感じですね。
そんぐらいの、繊細さがあります。うん。だからね、あんまりガチャ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 って遊んで動かすって感じの遊び方ではないんですが、いや、佇まいがこれ完璧ですね。うん。下手したらこれ、設定画よりもかっこいいかもしれないぐらいかっこいいですね。すごいな、これ。いやー、ちょっと素晴らしいですね。で、ここでさらに、武器を持たせたいんですが、これはですね、ダンク剣ですね。こちらのダンク剣。このダンク剣に、この後ろのですね、この下側のこのウィング、このウィングが外れて、ここにガチャーンと合体した強化版ダンク剣としてダンク神剣っていうものがあります。ただ、残念ながらですね、この剣に合体再現機構はないです。ただの剣ですね、これは単純な。なので、合体しましたよという再現用のダンク神剣が付属してまいります。でこれはね、ちょっと絵とかも長くなったりしてる、ちょっと巨大化したダンク剣ですね。うん。がございますので、こっちも持たせてみたいと思います。でもね、このダンク神剣も、えれえでかいんですよ。このでかさ。なのでね、これ剣持たせるだけでも結構大変。よいしょ。ちょっと持たせてみたいと思います。おー持ちました。おーすごっなんじゃこりゃなんじゃこりゃかっちょいいでも重い怖い重くて怖い。手首がね、耐えられないくさい。でもこうやって、柄の部分を、この足のところにこうやって引っ掛けると、こうやって持ち上げておけますね。おー、すごいな。めちゃくちゃかっちょいいな、これ。でかい。本当はね、この後ろのウィング外さなきゃいけないんですよ。外せるんです。これガチャンとやって、ここからこうやってガチャッと外せるんですけど、もうちょっと、まあいいかなと。その再現はまあいいかなと。そんで、ダンク神剣をするときって、あの、ここのね、ダンクーガのこのお顔に、マスクがガチャンとくるんですね。で、そのマスクもあまりパーツになることなく、このレリーフというかね、エンブレム、重戦機体のエンブレムが、刻まれております。レリーフパーツ、裏返すと、ここにね、なんとマスクパーツが入ってるんですね。はい。で、このマスクパーツをマスクオンすることができます。で、このマスクオンする際にですね、ここのお口で、このダンクーガの時にやんなかったんですけど、お見せできなかったんですけどね、このダンクーガの顔、これね、口がね、開けるんですよね。なんか叫び顔にできるんですよ。方向顔というか、うおーって言えるんですね。で、このうおーって言っているところに、こう、マウスピースをかますみたいな感じで、この開いた口の中に差し込むんですよ、これ。で、しかも中に磁石が入ってて、これ裏側にね、これ磁石で、ヘッドユニット止めるためのね、磁石があるんですけど、この磁石にこのマス
クをはめ込む感じ。口でマウスピースを挟み込むみたいな感じで固定するんですね。そうするとこんな感じの、いかつい感じの顔になります。なるほどね。もうこうなるとダンクーガンの感じじゃなくなってきますね。なんだろうな。もっとこうごつい感じの。ただ、すごくね、パーツ構成がね、複雑なんで、うん。いや、かっこいいはかっこいいです。ロボットとしてね。うん。すごくかっこいい頭部になっております。複雑で豪華な感じ。はい。これでマスクオンしたダ空真剣装備モードですね。必殺技モードになりました。おー、かっこいい。なるほど。こういうことか。ちょっとね、顔のイメージ的に、ちょっとあんまダンク画っぽくはないんですけど、うん。すごくね、精巧にできているので、うん。マスクオンしてもかっこいいですね。うん。なんかね、ちょっと口もこうガッと、噛み合わす、牙を噛み合わせてるような感じにも見えるので、うん、結構なんか、なんだろう、ガオガイガー味もあったりなんかして、うんうんうん。だけど、ちょっとやっぱり真ん中のこの穴気になるかな。うん。で、やっぱりなんか、ダンクーガって僕の中でもやっぱりね、どちらかというと、シュッとしたイケメン顔っていうイメージなんですよ。だからこういうなんかごつい系の感じの、なんかこうダイアポロン的な感じのごつさではないんですね、イメージ的にね。だからマスクオンしても、どっちかやったらそのゼータガンダムマスクみたいな感じのマスクの方が、なんかダンクーガのイメージかなっていう感じもするんですよね。せっかくね、マスクオンパーツもあってかっこいいんで、なんかここの穴だけなんかちょっと残念っていうか余計だったかな。なんかね、HG のゼータガンダムのマスクとかこの上からこうやってかぶせたいくらい。余計なこと言うなっていうことですけれども。うん。でも、すごくね、うん、かっこいいと思います。いや、いいね。そしてダンクーガにはもう一つ、アルティメットダンクーガにはもう一つ、武器がございまして、それがですね、こちらですね、ダン。ダイガンですね。このダイガンに、はい、こちらの、大龍河のこのライフルも、合体することができます。で、こちらの穴に、こちらのスリットに噛み合わすようにして接続しますと、はい、こんな感じで、巨大な大岩がさらに巨大になりました。こんな感じでね、持てるようになっております。なので、ちょっとこちらもですね、持たせてみたいと思います。フル装備モード。さあ、持てるでしょうか。
これね、割といろんなところに干渉するんですよね。よいしょ。よだからね、これ銃を持つだけでも結構大変なんですよ。ただ持つだけでしょって思うんですけど、いや、これめちゃんこ大変なんですよ、持つの。入んない。入らない。ちきしょう。ちょっと待ってください。これアーマーパーツとね、すげえ干渉するんですよね。だからといって、そんなにね、自由じゃないんですよね。で、このね、穴に接続しなきゃいけない以上、ここの角度は固定されてるんで、あ、入った。ようやっと入った。できた。さあ、これで持ったら、うわー外れやった。くっそ。台が握るのです結構大変よ。よし。でもポジションは残ってたので、なんとかできました。おー。はい。なんとか持たせました。大変だった。でも、凄まじいサイズ。サイズ感の暴力すごいっすね。サイズの暴力。いや、でもこれ長いな。長っ。すごい。フルアーマーモードです。いやー、ここまでできたー。よかったー。大変だった。いや、でもかっこいいですね。うん。アルティメットダンクーがめちゃんこかっこいい。すごいな。やっぱりね、このアルティメットダンクーガに変形合体できる玩具は、この座合体だけですからね、今のところ。なので、やっぱりこのね、ダンクーガの決定版とも言えるべきね、この座合体版ダンクーガ。いや、これでね、この強化合体です。このアルティメットダンクーガまでできるっていうのは、ほんとめちゃんこ素晴らしいですね。感慨深い。
コメントいただいてますね。チアンさん、かといって、アニメでアルティメットダンクーガーは無理だろうし、ストーリーがまず浮かばない。まあね、もう、あれですからね、白熱の終章でもう全部ね、終わっちゃってるというか、まあそもそもね、もう失われた者たちへの鎮魂歌って終わってる状態ですからね。それをなんかこう無理くり広げたのが、ゴッドブレスと白熱の終章なんで、まあね、まあこれ以上は野暮かなと。変な話、なんかこう別世界みたいな感じにしないと、まあ、何度もできないですよね。うん。まあ、あるいは、なんかこの、ダンクガノバ的な、ね、世界線というか、世界軸においての、なんかっていう、前進になるような何かっていう風にしちゃうっていうのもありかもなと。で、実は微妙に、テレビライン、テレビ版の世界線と、あの、ゴッドブレスと白熱の終章の世界線でちょっと微妙に違うんですよね。で、ダンクガノバと、そのね、最初のダンクガとの世界線もちょっとずれてるんですよね。だまあそういうこと考えると、なんかこうちょっとね、うん、そっちの、なんだろう、ダンクーガノバの世界での、においてのダンクーガは、テレビ版とか OVA の世界線とはまたちょっと違うんだよっていう解釈の名において、間に挟んでくるとかね。なんか、そういう、小ずるいことを、やると、なんとかなるかもしれない。うん、そういうパターンはあり得るかもしれないですね。チャンさん、アーマー組会の2号ロボの難点をこういう形でクリアしているのが面白い。発想が柔軟かつ王道。本当おっしゃる通りですね。っていうか、よくまとめたなって感じがします。ね、本当に。まずこの、追加アーマーありきだったと思うんですよ。まずはね。うん。だから、ザ合体のダンクーガを作る上で、このアーマーアップした姿をまず、落とし込んだんだと思うんですよね。だからこその、ザ合体ダンクーガのプロポーションだったし、ね、そこからの引き算でああいう形になったと思うし、ってなったら、じゃあそのパーツができましたよ。で、そこからのパーツを寄せ集めた大龍河のロボットモードとマシンモードとアグレッシブビーストモードとっていうのをこのパーツ構成の中から考えてくださいねっていう風になったんだと思うんですよね。うん、だからそんなね結構ね大変なデザインの作り方だったんだと思うんですけど、いや、大龍河自体も普通にちゃんとまとまっててかっこいいロボットだったし、ね、ドラゴンモードも、ね、そんな全然破綻なくちゃんとドラゴンしてたじゃないですか。で、それをもってして今度はね、この強化形態のこの佇まいですよ。ね、はっきり言った完璧に近いですよね。このまとまり具合といえば。このダイガンはちょっと怖すぎるので外しておきますね。このダイガンはちょっと怖すぎる。ダイガンっていうか、これ、二刀流ってのはどうでしょう。お
おおすごい。あらら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 、かっこいいですね。おお、すごい。うわ、こっちじゃん。こっちじゃね？おお、かっちょいい。あ、これだわ。ダンクー家二刀流。あ、これはすごいな。完璧です。いや、これはかっちょいいな。まずダンクー券って、こうやって頭身がある実体験のように見えるんですけど、これ実はビーム刃なんですよね。あの、ダンクーガとかガンドールとかに使われてる動力があるんですけど、それから出されるエネルギーを凝縮した姿で、どちらかというとガンダムのビームサーベルに近いんですよ、ダンクー剣って。だから、ガンドール砲を受けて、ガンドール砲のエネルギーを凝縮したのが、ダンクー剣の必殺技というか、必殺も状態のダンク光火剣になるんですよね。ダンク光火剣はもう完全にこれがガンドール砲のビームになってるんですよ。だからどちらかというと、このダンク剣って小型ガンドール砲なんですよね、これが。って考えると、やっぱこのアルティメットによってこう強化された姿なので、ガンドル砲を2問持ってるみたいな感じじゃないですか。おー、ということは確かにこう強化された姿というふうに言うのであるならば、二刀流っていうのも、自然な形なのかもしれないというふうに思った次第でございます。おー、これすごいね。これ、こっちがデカブツすぎて、バグってますけど、これ、ダンク家の段階ですこぶるでかいですからね、この剣。こっちがおかしいだけで。で、しかもちゃんとこれでね、あの、2本とも構えていられてるっていうのはすごいですね。めちゃめちゃすごい。はい、チャンさん、X でデラックス超合金ダンクーガに合体できる大龍河を作っている方がいて感動しました。あ、なるほど。デラックス超合金版ってことですね。あ、それは素晴らしいですね。あ、確かに僕もちょっとなんか見た気がするな。うまくはちょっと思い出せませんが、確かになんかちょっと見た気がします。あ、なるほどね。それは素晴らしい。いや、でもね、やっぱこの座合体のアルティメットダンクがね、多分これを元にしての逆算的な、ものだったと思うんで、ダンクーガにしても大竜ガにしても。いや、やっぱりだからこそ、このアルティメットのこのね、まとまり具合っていうのはちょっと半端じゃないですね。いや、これは恐れ入った。ちょっとね、あまりにもこいつがね、重たすぎるんで一旦外しておきます。なるほど、なるほど、なるほど。これはちょっと、僕の中のね、このダンク画感というか、こいつをね、ちょっとアップデートしなきゃいけませんね、このかっこよさは。やっぱりちょっとね、このマスクを外しておいて、はい。ダンク画顔にしておきましょ
この状態でね、あとは、まあ、元のダンクホ、ダイガンはいいとして、こいつはなんか仕込んでおきたいですよね。やっぱこいつは武器パーツというよりかは、合体パーツというかね、通常の、変形とか合体に組み込まれるやつなんで、使わないときもこいつはなんかどこかに置いときたい。一応ここにはこうやって、献花はできるんですけど、ちょっとかっこ悪いですもんね。一応こういうところに接続用ジョイントは出せるんですが、うまく何かに引っかかるだろうか。なんかに引っかかってほしいな。あ、いいね、いいね。これは合体はできてないんですけど、引っ掛けはできます。でも引っ掛けるだけか。引っかかるは引っかかりますね、こうやって。まずはこれでよしとするか。しっかりと合体するところはまたちょっと、検討するとして、ちゃんと引っ掛けておけるので、これでよしとしましょう。これにすることによって、大龍河の時に、変形とかが、ね、変形する時に必要だったパーツは、全部くっついてられるので、これで余剰なし全合体になりました。これはやりたかったんですよね、どうしても。うわー、これかっちょいいな。素晴らしい。完璧だと思います。完璧。あとはね、言われているモデロイド版ね。このモデロイド版で、このアルティメットダンクーガが出せるかどうかですね。アルティメットダンクーガは、モデロイドダンクーガが出れば、それは出せると思うんですよね。おそらく。ただ、問題はね、やっぱり、モデロイド版ダンクーガのイーグルファイターにあると思いますよね。イーグルファイターを完全変形にしたときに、多分軸はね、持たないと思うんですよね。下手したらそれだけ金属パーツ使わないとダメなぐらいのサイズ感になると思うんですよ。イーグルファイターの変形ギミックって、はっきり言ってね、この座合体のサイズでギリギリだと思います。この座合体のサイズのイーグルファイターだから、イーグルファイターのね、変形が再現できたんじゃないかなと思うんで、あれをそのままそっくり、オールプラでサイズダウンできるかって言ったらね、ちょっと難しい気がすんだよな。あるいは腕だけ差し替えとかっていう風に言われちゃうかもしんないな。それはちょっと嫌だな。でもなんか頑張ってほしいな、モデロイド。いや、これだけ完璧なもんがあるんでね。いやー、これは、ちょっと感無量です。いや、自分のね、今年の自分へのご褒美というかね、誕生日プレゼントとしての大龍河だったんですけど、いや、これは、ちょっと大満足になりましたね。素晴らしいプレゼントになったかと思います。いやー、ちょっと今回もカロリー高かったな。
前回に引き続き、ちょっとかなりカロリーが高くて消化してしまったんですけれども、でもこれかっこいいんでね、ちょっとしばらく眺めています。眺めてて、本当にね、うん、なんだろう、鑑賞に耐えうるというか、眺めて楽しめる系のレベルの、うん、かっこよさ、ビジュアルを持ってますね。ビジュアルの力を持ってます。やっぱりダンクーガっていいね。とっても素晴らしいなと思いました。はあ。さあ、そしてですね、今回は、前回ダンクーガをやらせていただきまして、今回、アルティメットダンクーガおよび大竜ガを、レビューさせていただきました。さあ、次ですね。来週。来週はもちろん、残りのですね、はい、ロボであります、ブラックウィング。ね、発売されましたね。発売されましたので、次はですね、続いて第3弾ということで、ブラックウィングの本をレビューしていきたいと思います。その上でね、さらにこのザ合体ダンクーガで、ファイナルダンクーガの方に合体していきたいと思いますので、はい、来週もダンクーガでね、たっぷり遊んでいきたいと思いますので、ぜひぜひお時間がございましたら、ご参加の方よろしくお願いいたします。いやー、今回も楽しかったな。しばらくちょっとこのアルティメットダンクーガを、はい、ぐるぐる回しながらめでたいと思います。それではまた来週もダンクーガで遊びたいと思いますので、ぜひぜひお時間がございましたらご参加の方よろしくお願いいたします。それではバッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。